皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな待ってる三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。5月19日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は160メートル92でした。昨日と比べると35センチの上昇、もう一度言います、上昇です。この時期、絶対に水位を下げないといけないはずなのに、逆に上昇してしまいました。どうしてそんなことになっているのか、これについては後ほど詳しく。ちなみに今朝9時の時点でダムの水位は161メートル11となっており、下がる気配はしません。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。今朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒1万5500立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒2万3000立方メートル。差分については毎秒7500立方メートル。昨日と比べて上流の寸丹観測所はプラスの3400、三峡ダムに至ってはプラス8500。たった1日でこれですから、両地点ともに爆増しています。最上流の金沙港にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点で毎秒2920立方メートル。前回よりも放流する量を少し増やしているようです。一方、深夜0時、三峡ダムの放流量は毎秒1万8500立方メートル。単純に割り算すると 60% の発電状況で19基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。昨日と比べると大幅にアップ。稼働しているすべてのタービンがマックスの 100% で動いているわけではないでしょうから、32基のうちの大半がすでに稼働してそうです。三峡ダムと最上流ダムの流量についてデータを比較しながら現状を確認してみます。こちらは2月から昨日までの流量になり、交通運輸部発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムです。まずは上流にある高架波ダムの方から。先ほどもお伝えしたように、濃い青のラインの放流量は少し増やしている模様で、水色のラインの流入量もある程度連動している様子が伺えます。次は三峡ダムの状況について。ご覧の通り、オレンジのラインの流入量は急激に上昇。少し前のグラフと比べると、ここ数日で一変したことは明らかです。これは、長江流域の広い範囲で大雨になったことが原因。グレーのラインの放流量は少し増えているものの、流入量の爆増に追いついておらず、ダムの水位は下がるどころか上昇に転じることに。それならば、もっと放流を増やせばいいのにと思う方もいらっしゃるかと思いますが、現在下流では洪水が発生しているところがあり、なかなか放流アップとはいかない事情がありそうです。三峡ダムにおける流入量の大幅アップに比べれば、高架波ダムの放流の上げ下げなど、ほとんど影響していないことがわかります。最上流の4連ダムと三峡ダムは、カスケードを組んで運用しているということが、あちらの管制メディアからよく宣伝されます。確かに水力発電という面では効果的なものの、こと洪水対策という面では、ほとんど役に立たないということが明らかになったのでは、と今回の件で思った次第です。Nishi Yang Channel。 さて、前回の動画でも少し触れましたが、三峡ダムの下流側にある湖北省の慶州で洪水が発生しているようです。24時間の雨量が267ミリと、1953年に慶州の観測所ができてから最大級の雨が降ったとニュースになっています。特に雨が強かったのは5月17日夜から18日未明にかけて。17日21時から22時に1時間には 71.7mm、さらに17日20時30分から21時30分には 90mm に達したとのこと。慶州市の地方政府は護堤、つまり、堤防、堤産、堤業、堤運、堤化という5つの停止措置に踏み切ったようです。
中心区では公共交通や学校、商業施設、工事現場などを止め、都市対策への緊急対応に入った形。SNS では、街が水に浸かる様子の動画がすでに投稿されています。中部だけでなく、南部の各地でも大雨となっており、広西チワン族自治区、広東省、福建省、そしておなじみの海南島では街が浸水し、被害が出ているとニュースとなっています。梅雨の走りと言われるこの時期、個人的な感想になりますが、いつもの年よりも早めのスタートとなっている気はします。さて、ここまで三峡ダムの状況についてお伝えしましたが、このチャンネルでは以前から水位を下げろ下げろと言い続けています。視聴者さんのコメントに、ダムの高さは185メートルもあって、まだ25メートルも余裕があるじゃないかといただきました。おっしゃる通り、ダムの高さは標高で185メートル、本体は175メートル、土台が10メートルあります。日本でいうと、黒部ダムと同じくらいなので、相当高い構造物。ただし、水位の方はいろいろな制約があり、最低で145メートル、最大でも175メートルの、この間でしか上げ下げすることはできない運用になっています。今年は大雨になりそうだからといって、思いつきで100メートルとかにすることはできません。という大前提をもとに、年間の水位のルーティーンを示すとざっくりこのようになります。いつもご覧いただいている方なら、図を見なくてもお分かりですね。毎年冬場に満水にしておき、春先まで渇水気味の下流地域へ、安定的に水を供給します。出水期前に最低ラインまで下げておき、何度か訪れる洪水をやり過ごします。そして次の年に備えて満水にするといったお約束。これを延々と繰り返してきたわけです。つまり、あらかじめ最低ラインからスタートすることで、不測の事態にも耐えられるように設計されたダムなのです。例えば160メートルからスタートした場合、大概の場合は大丈夫でしょうが、いくつかの悪い条件が重なると、上限になる確率は高くなるということ。今朝の時点で160メートルあたりですから、この図で言うとこのあたり。最終締め切りの6月10日まで、残された時間はそれほどありません。ご存知の通り、最近の気象は想定外のことが多いので、何が起きるかは誰にもわかりません。それなのに、3月あたりから余裕をぶっこいて、5月のギリギリになって急に水位を下げようとしていたところに今回の大雨。これまで時間はいくらでもあったのに、水位を下げなかったツケが今頃になってきているわけです。先ほどお伝えした通り、すぐ下流の慶州はすでに内水氾濫が発生しています。そんな厳しい状況の中、目標に間に合わないからといって、ドバドバと放流できるでしょうか。今後のダム操作に注目したいと思います。天気予報サービスのウィンディーで12時間の実績を見てみます。こちらは今朝9時までの様子。ダムと周辺地域の雨雲が北東へ流されている様子が確認できます。第2波が過ぎ去ったと思ったら、次の雨雲が発生して次々とやってくる感じ。同じところで雨が続くとなると、すでに地盤が緩んでいるところでは厳しい状況となりそうです。今後の予想を見てみます。明日は一旦小休止となり、次は21日から来週にかけて雨になりそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が20度、最低気温が17度で小雨の予報。これを見る限り、月末にかけて、しばらく長江流域では上流下流ともにまとまった雨となるでしょう。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国経済が急減速、投資は予想外の減少に転じる、脆弱さ浮き彫り、ブルームバーグが伝えています。記事によると、中国経済は4月、全般的に減速した。投資が再び減少に転じたほか、小売売上高や工業生産の伸びも市場予想を下回った。世界的なエネルギー危機に直面する中で、中国経済の脆弱さが浮き彫りとなった。中国当局は、輸出主導と内需低迷という、二極化した成長の状況に対し、様子見姿勢をとっているように見える。政府は3月に財政支出を縮小した。一方、中国人民銀行は市場流動性が潤沢で、資金需要も弱い中、追加緩和を示唆することすら避けている。以上、中国経済が急減速、投資は予想外の減少に転じる、脆弱さ浮き彫りについてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。
ついに、東芝で予想外のマイナスに転じたという報道ですが、ここ最近の流れを見ている視聴者さんからすると、やはりそうかという印象かもしれません。以前お伝えした GDP5.0% 増では、春節連休による個人消費の好調さが強調されていましたが、その後の3月以降は自動車販売や家具、建材関連など弱い数字も目立っていました。今回の記事では、小売の売上高や工業生産も市場予想を下回ったとのことで、輸出だけは比較的踏ん張っていても、内需側の弱さが改めて見えてきた形。特に不動産低迷が長引き、ズタボロ経済は変わらず。投資が再び減速したという点は重たく感じます。タイミングが悪いことに、中東情勢によるエネルギー問題まで重なっています。中国は原油輸入の約半分、LNG の3分の1を中東に依存していると言われ、実際にエネルギー輸入減やガソリン価格上昇も報じられていました。こうした外部要因が重なると、物流や企業収益、個人消費にもじわじわ波及してきそうで、お先真っ暗ですね。日本の気象状況について確認します。こちらは、午前11時までの6時間のレーダーの実績。北海道で少し雨雲が出ているものの、その他の地域では見られません。前回同様、大陸側とは対照的ですね。全国のライブカメラを見ていると、日が差しているところが多いようです。ニュースによると、沖縄と鹿児島では降水確率が高めとのこと。ここのところ気温が上がっているので、熱中症に気をつけたいところです。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。